古代エジプト文明の象徴として世界中で知られるギザのピラミッド。その中で最大かつ最古のものが、クフ王のピラミッドです。クフ王は古王国時代第4王朝の2代目の王で、紀元前2589年から2566年頃まで統治したとされています。彼の治世は古代エジプトの黄金期とされ、ピラミッド建設の最盛期でもありました。クフ王の本名はフーフーで、ギリシャ語でクエオプスとも呼ばれます。彼の父はスネフェル王、母はヘテクヘレス一世です。クフ王は即位後、自身の巨大なピラミッドの建設を開始しました。このピラミッドは当時の世界最大の建造物であり、現在でも世界七不思議の一つに数えられています。ピラミッドの建設には約20年を要したとされ、230万個以上の石くれが使用されました。その総重量は約650万トンにも及びます。ピラミッドの高さはもともと 146.5 メートルでしたが、現在は風化により138メートルになっています。底辺の一点は230メートルで、驚くべきことに各辺の長さの誤差はわずか58ミリメートルしかありません。建設に携わった労働者の数は推定で10万人以上とされています。彼らは奴隷ではなく、農民や職人たちでした。ナイル川の氾濫で農作業ができない時期に、国家プロジェクトとしてピラミッド建設に従事していたのです。労働者たちには食事や住居が提供され、国家に貢献する名誉ある仕事として認識されていました。ピラミッドの内部構造は非常に複雑で、複数の通路や部屋が存在します。中でも大沼と呼ばれる部屋には、クフ王のミイラを収めた石棺が置かれていたと考えられています。しかし、古代の盗掘者によってほとんどの副葬品は持ち去られてしまいました。ピラミッドの外装には、もともと白い石灰岩が使用されていました。太陽の光を反射して輝く姿は、当時のエジプト人にとって神々しい存在だったことでしょう。しかし、時代を経るにつれてこの外装は剥がされ、他の建造物の材料として再利用されていきました。クフ王のピラミッドの建設技術は、現代の科学技術をもってしても完全には解明されていません。巨大な石くれをどのように運び、積み上げたのか、精密な設計をどのように行ったのかなど、多くの謎が残されています。これらの謎を解明しようと、考古学者や建築学者たちが今も研究を続けています。ピラミッドの周辺には、クフ王の家族や高官たちの墓であるマスタバと呼ばれる建造物が配置されています。また、クフ王のピラミッドの東側には、王の遺体を永遠に保存するために使用されたとされる太陽の船が発掘されました。これらの遺構からは、当時の葬送儀礼や来世観について多くの情報が得られています。クフ王の治世は、ピラミッド建設以外にも多くの功績がありました。エジプト全土に及ぶ中央集権的な統治システムを確立し、農業や貿易の発展に尽力しました。また、芸術や文化の面でも大きな進展があり、多くの優れた彫刻や絵画が制作されました。しかし、巨大なピラミッドの建設は国家の財政に大きな負担をかけたとも言われています。クフ王の死後、エジプトは一時的な混乱期を迎えます。その後を継いだジェデフラー王とカフラー王の時代には、ピラミッドの規模は徐々に小さくなっていきました。クフ王の人物像については、古代ギリシャの歴史家ヘロドトスによって暴君として描かれたことがあります。しかし、現代の研究ではこの記述の信憑性は低いとされています。エジプトの古文書には、クフ王が公正で賢明な統治者であったという記録が残されています。クフ王のピラミッドは、古代エジプト文明の技術力と組織力を象徴する存在です。その巨大さと精密さは、現代人をも魅了し続けています。ピラミッドは単なる墓ではなく、王の神格化や来世の旅立ちの場としての意味も持っていました。エジプト人にとって、ピラミッドは永遠の生命を象徴する重要な存在だったのです。現在、クフ王のピラミッドはユネスコの世界文化遺産に登録され、毎年多くの観光客が訪れています。しかし、大気汚染や観光客の増加による影響で、ピラミッドの保存が課題となっています。エジプト政府や考古学者たちは、この貴重な遺産を後世に伝えるため、様々な保護活動を行っています。クフ王のピラミッドは、古代エジプトの歴史や文化を理解する上で欠かせない存在です。その壮大さと謎めいた魅力は、私たちに古代文明の英知と人類の可能性を示し続けています。今後も新たな発見や研究によって、クフ王とそのピラミッドの謎が少しずつ解き明かされていくことでしょう。